時は2019年、転職を4回繰り返しても全く社会に馴染めず、途方に暮れた私は日本を飛び出した。向かった先は大陸の西の果て。そう、スペイン巡礼の旅。バックパックに寝袋と着替えを詰め込んで、1ヶ月半かけて徒歩でスペインを横断。その道のりなんと約800キロ。今回はそんな当時の旅の記録を振り返っていきます。詳しい旅立ちのきっかけなどは動画の最後でもお話ししているので、どうぞ最後までお付き合いください。こんにちは、玉ゆりです。今回はスペインの世界遺産サンティアゴ巡礼道を歩いて旅した記録をお届けします。日本からスペインの首都マドリードへは直行便で16時間、東の果てから西の果ての国まで向かい、さらにそこから歩いてユーラシア大陸の西の果てを目指します。サンティアゴ巡礼道はヨーロッパ全土に様々なルートがあり、スペイン国内だけでもこれだけの数が存在しています。そしてそのどれもがキリスト教の聖人である聖ヤコブのお墓、サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂へと通じています。今回歩いたのはフランスとの国境を起点とする大西洋沿いのルート、北の道。そして山間部の町オビエドから先は全ルート中で一番古い歴史を持っている山深いルート、プリミティボの道。合計約760キロの道のりを歩いて旅します。バックパック一つで飛び出す祈りと失敗と成長の道。一体どんな旅になるんでしょうか。まずは今回の旅の起点となるイルンという町へ向かいます。首都マドリードからは鉄道で5時間半。巡礼道沿いにはアルベルゲと呼ばれる巡礼者のための宿があり、ここで旅の間の身分証明書にもなる巡礼手帳を発行してもらいます。ドミトリー形式で雑魚寝の部屋が主で、キッチンや洗濯物の洗い場も設置されています。アルベルゲは巡礼の旅には欠かせない存在です。おはようございます。イルンのアルベルゲを6時ぐらいに出てきました。まだね、歩き始めたばっかりです。朝焼けが綺麗ですスペイン巡礼道には数キロから10キロ程度ごとに宿があり、その宿を目指して1日でだいたい15キロから35キロくらいの距離を歩きます。今日1日目の目的地はサンセバスチャンという海沿いの大きな町。初日は幸いにも天気に恵まれて気持ちのいい朝の空気の中を歩きます。1日目はハイスキベル山というフランスとスペインの国境を隔てるピレネー山脈の端にある標高547メートルの山を越えます。海です登りがねめっちゃきついけどめちゃめちゃ綺麗。緑の草原と見渡す限りの海、向こうにはね街が見える。でこっちを見るとあそこかな、ちょっとわかんないけど多分あれがサンセバスチャンだと思います。頑張りましょう。すごいこのロケーションこっちはね街、こずーっと歩いてきた道、こっちは
海でも陸も何も見えない。大西洋だね。とっても最高です。ちょっとね、暑いです。水がなくなりそう。見て、すごい、こっち側は街。これが歩いていく道。で、こっちが海。贅沢だよね。街が見えて、山があって、海もある。2つの山に囲まれた港町パサイヤに到着しました。ここで川を渡るのですが、河口に近いため橋がありません。向こう岸までは渡し船で渡ります。バスク州らしく緑や海の青と調和した港町の家並みがとても綺麗です。船だよ。アップダウンの激しい24キロの道のりを歩いて無事に今日の目的地サンセバスチャンに到着。すっかり疲れ切ってバックパッカー向けのホステルで就寝です。めっちゃ雨降ってます頑張ります。海荒れてる。そうでもないか。海がね、荒れている。2日目の天気はあいにくの雨。海沿いを歩く道は昨日の爽やかさとは打って変わって強い風と水しぶきが吹きつける厳しさ。疲れても座って休めないのがちょっと辛い。すごい天気荒れてるけど、2日目は17キロ歩いてサンマルティンのアルベルゲに到着です。かわいい猫ちゃんが出迎えてくれました。かわいいね。おはよう。3日目です。今日も夜明け前に起き出してまだ薄暗い運河沿いの道を歩き始めます。今日も空模様はいまいち。バスクらしい雰囲気があって綺麗だけど、晴れてたら一体どれだけ綺麗なんだろうって想像してしまいます。でも柵をくぐってきたので、牧場の中らしい。ここ羊が普通に道の上で草食べてる。ちょっと通してね、ごめんね、お邪魔しますね、ありがと羊に道を譲ってもらったり、うんちを踏んづけたり、濡れた石畳で滑って転んだり、天候の厳しさの洗礼を受けながら毎日歩いて歩きまくる日々。降り続く雨に心が折れかけた5日目の朝、ようやくお日様の光が戻ってきました。何日も雨を浴びた森の植物たちはキラキラ光って、まるで私たち生きてるよって全身全霊で叫んでいるかのよう、自然の生命力に圧倒されます。ずっと川の横を歩いてます。すごく水が多い。多分雨がたくさん降ったからだね。気持ちいいです。
5日目に宿泊したのはセナルーサという集落にある教会。僧院の一部がアルベルゲとして巡礼者に開かれていて、一晩のベッドと食事をいただくことができます。教会ではビールの醸造とチョコレートの製造もしていて、おつな組み合わせで一休み。重くのしかかる疲れからしばし解放されるひとときです。晩ご飯はみんなで祈りを捧げてからいただきました。7日目、この旅で最大の都市大都会ビルバオに到着。風邪をひいてフラフラしつつも有名なグッケンハイム美術館をしっかり観光。久々に人間らしい食事をした気がします。バスク州のビスカヤ県を越えてお隣のギプスコア県へ入りました。この辺りは港も多く魚介のレストランがいっぱい。世界屈指の美食の街とも言われるバスクの本領発揮です。エビプリプリで美味しかった。めちゃめちゃ海きれい。なんかね、天国みたいな場所に来ちゃった。誰もいないの。なんだここ。すっごい綺麗。もう大西洋何にもない。見て、足元にはね、可愛いお花が咲いてんの。下お花畑で、こっちは海、後ろは山。なんだこの景色。今日天気悪いと思ってたのに晴れるし、見てこれすごくない？めちゃめちゃ綺麗だよ。海、超綺麗。すごいとこに羊いるの。10日目、雨と嵐に苦しんだバスク州をついに歩き通し、お隣のカンタブリア州に突入。キャンプ場が巡礼宿になったテント泊のユニークな施設で就寝です。海が空模様を鏡のように映し、雨と晴れとで全く違った世界が広がる北の道。その厳しさも美しさも存分に全身で受け止めた前編の旅路でした。次回に続く。
はい、スペイン巡礼北の道の動画いかがだったでしょうか。私は2019年にこの道を歩きましたが、人生では合計3回これまでスペイン巡礼の旅をしてきています。でこの旅は私にとって自分らしく生きるきっかけを与えてくれた人生の転機になった旅でした。で初めての巡礼に行く直前の2015年の23歳の頃はもう本当に自分のことが大嫌いで、社会にも馴染めなくて転職を 3,4 回繰り返しても全くどの会社にも馴染めなくて、で本当に自分のことを社会不適合者だと思ってましたし、そういう自分を自分で許してあげることも愛してあげることもできなくて、もう追い詰められてまさにうつ状態になっていました。その時はもう生まれてきたこと自体が間違いだって思ってたし、もうこんなに苦しいんだったら死んだ方が楽だなってずっと思ってました。そんな中で藁にもすがるような思いでいろんな心理学の本なんかを読んでいるうちに、ある問いが自分の中に浮かんできたんですね。それが、もしどうせ死ぬなら自分が心からやりたいことって一体何なんだろうって、もう社会に馴染むとかそういうの全部ほっぽってもう死んでもいいからやりたいことってなんかないかなって思ったんですね。でそう考えて心の中に突然浮かんできたのが、スペインをバックパッカー背負って巡礼したいっていう願いだったんですよ。で当時はあまりに突拍子もなさすぎるその自分の心の声にすごいびっくりしたんですけど、もう心の底からやりたいって思ったことならそれやってから死のうってなんか決心がついたんですよね。でもそこからは体力テストはいつもクラスでワースト3だった、運動が大の苦手な私がバックパックを買い、トレッキングシューズを買い、トレーニングのために登山に出かけ、それにどんどんハマっていって、そして巡礼の旅に行ってくることができました。合計3回これまで歩いてるんですけど、2016年に初めてフランス人の道っていうルートを歩いた時は仲間ができたんですよね。同じ悩みをそれぞれが抱えながらそれぞれの人生の中でもがいて戦ってきて苦しんできて、それでも生きようとしてる人たちと初めてスペイン巡礼の道の上で出会って、世界中にそういう人がいるんだって初めて知ったんです。もちろん日本中にもね。でそしてなんか私自身の言葉を使ってこの旅の様子とか気持ちを発信することで幸せにできる人がいるんだって、その時初めて思えたんですよ。こんな自分でも誰かの幸せの役に立てるんだって初めてその時に思うことができたのが最初の巡礼の旅でした。でそして今回お届けしている2019年の北の道とプリミティボの道の旅の時はなんか自分の殻を破るような経験でしたね。それまでずっと周りの人に嫌われないように好かれるための自分を完全に鎧のように着込んで生きてたんですよ。でもこの道の上ではその鎧を着続けていることができなかったんです。毎日ジメジメする雨の中を歩いたりとか、もう足もパンパンになってすりむいて怪我してっていう経験をした時に、もう笑顔が引きつってるのが自分でも分かったんです。でその時に初めてそれまでの自分がバコーンって壊されるような経験をして、当時はやっぱり苦しかったんですけど、今思えばあの経験がなかったら私が今こうしてありのままの自分を認めて受け入れて許して愛すっていうことはできなかったんだろうなって思うんですよね。だから私にとってはすごくこの2019年の旅は大事な旅です。ただ当時本当に明るい自分じゃない自分は誰にも見せてはいけないって思い込んでいたので、苦しかった時ほど映像とか写真が残っていないっていうことが分かりまして、もったいないんですけどね、そういうところほど撮っといてほしかったって今なら思うんですけどそうなのでね、ちょっとこの動画たちこれからも更新していくと思うので、ちょっと字幕とかこういった裏話なんかで当時の自分の気持ちを補完しながらお届けできたらなと思ってますので、次回もどうぞ楽しみにしていてください。あとはね、この動画が今現在進行形で同じ悩みを持っている人たちの何か背中を押すきっかけになったら
これ以上嬉しいことは私はないです。自分の心ってコンパスなんですよ。どれだけ突拍子がないように思えることでも、自分の心が言ったことならやってみてほしい。その先に絶対自分が本当に心から幸せとか生きててよかったって思える世界が絶対にあると思います。これからも一緒にそんな成長の旅を続けていきましょう。チャンネル登録とか高評価とかコメント本当にありがとうございます。とっても励みになってます。次回もね、また楽しい動画更新していこうと思うので、今後も応援してください。ではここまで見てくださってありがとうございました。玉ゆりでした。バイバーイ。So falling.